皆さん、こんばんは。米ニュースのお時間です。少しだけ暖かい日が続く今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。私は、家で漫画を読んだり映画を見たり、巣ごもり状態です。それでは、早速、最初のニュースに行ってみましょう。ソーシャルゲームのドールズフロントラインのアニメ化が決定したとのことです。ゲームは、銃器が擬人化した美少女たちの戦いを描くシミュレーションゲームです。私は未プレイなのですが、とても人気のあるゲームで、いろいろなサイトで本作のキャラクターたちを見ますので興味はありました。美少女と銃器の組み合わせってなんかいいですよね。アニメは2021年に開始予定とのことで、続報が楽しみですね。次のニュースです。アニメ X アームの出来が非常に香ばしいとネットで話題です。X アームはフル CG が売りのアニメとのことでしたが、そのモデリングもですが、CG モーションも非常に独特で、アニメを視聴した方たちからは非常に酷評が届いています。また、一部のシーンでは CG のキャラクターと手書きのキャラクターが同じ画面にいたりして、見ていて違和感が半端じゃないとの評価も続出しています。さらに、番組の間に挟まれる CM にも本作のキャラクターが登場し、いろんな意味でシュールとのことです。私は原作漫画未読でしたが、本アニメの評判により、原作の試し読みをしてみました。漫画の画力は非常に高く、アクションシーンもとてもかっこよかったです。原作をご存知の方、コメントで感想などいろいろと教えていただけると嬉しいです。次のニュースです。ソーシャルゲーム、ソーランの誓い、ブルーオースにて、ライザちゃんとのコラボが決定したとの情報がありました。ライザちゃんといえば、圧倒的な太ももにより全世界を震撼させたアトリエシリーズの女神です。先日ライザのアトリエ2も発売され、売れ行きも非常に好調のようです。私は、本作も未プレイではありますが、ライザちゃんが出るとなるとついやってみたくなりますね。本作をプレイ中の方、ぜひ、どんなゲームなのか教えてください。次のニュースです。2019年に、巷で賛否両論の嵐を巻き起こした映画ドラゴンクエスト Your Story が2月2日よりNetflixで配信されることが明らかになりました。本作は大人気の伝説的ゲームドラゴンクエスト5を題材に制作された CG アニメーション映画で、2019年の放映当時、ネット界隈では賛否両論、それも主にピの意見が目立ちました。私自身はドラクエ5は何度もクリアしているほど大好きなゲームですが、ネットの酷評の影響でこちらの映画はまだ見ていませんので、これを機に見てみようと思います。ところで皆さんはドラクエ5はどんなパーティーを組んでいましたか。私は王道ですが、スライムナイトとゴーレム、キラーマシン、グレートドラゴンあたりでした。皆さんのおすすめモンスターとかあったらぜひ教えてください。本日の漫画紹介はこちら、往生際の意味を知れです。本作は週刊スピリッツにて米城京先生が連載されているラブストーリーです。ラブストーリーといってもラブコメという感じではなく、ちょっとサスペンス的な要素などもあり、とてもドキドキさせられる漫画です。本作の主人公市松海路は7年前に別れ失踪した元カノの草壁日和をずっと思い続けていました。そんな中、突然日和からお願いしたいことがあると連絡があり、市松は内心ワクワクで待ち合わせ場所の喫茶店へ向かいます。喫茶店で7年ぶりに再会した日和からのお願いというのは、私の出産記録を撮影してほしいというものでした。ずっと思い続けた元カノの妊娠にショックを受けた市松が動揺を隠しつつ詳細を聞こうとすると、日和はまだ妊娠をしていないと告げます。さらにどういうことか問い詰めると、日和は市松くんの精子が欲しいと言い、これを日和なりのプロポーズだと思った市松は、そういうことならすぐに籍を入れようと言いますが、それに対して日和はなんとこんなことを言い始めます。
ネタバレとなるため詳細は伏せますが、日和が精子を欲しがって妊娠したがる理由は、本作のキーポイントになります。その理由がかなりサスペンスめいており、単純なラブストーリーとしてだけでなく、いろいろな意味でドキドキさせられます。また、私は、最初に日和が妊娠したがる理由を聞いたとき、ストーリー的にはわかるけど、恋愛的には冷たいキャラだな、と思っていましたが、巻数が進むにつれて、日和の可愛いところが、ドキドキするシーンがだんだん出てきます。現在、コミックスは3巻まで出ていますが、特に3巻の最後のシーンなんかはドラマティックで、すごくドキドキしました。市松くんと日和ちゃんの恋の行方と妊娠から出産の結末がどのようになるのか、気になったら皆さんもぜひ読んでみてくださいね。本日のニュースは以上になります。少し暖かくなったとはいえ、まだまだ寒い日が続いていますので、皆様、体には気をつけてくださいね。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ちなみに、前回のペイニュースは、メインチャンネルの方でアップしておりますので、よろしければそちらも合わせてご視聴ください。